新型ハイゼットカーゴ、衝突安全性能のスコアはエブリィを上回っていました。しかし、こんにちは。収入は低め、血圧は高め、司令官コンスコンです。昨年12月、新型ハイゼットカーゴ、アトレの安全性能評価試験の結果が発表されていましたね。しかし、世間はあまり興味がないのか、この件に触れた動画が一本もないので、今回私がやってみます。では早速始めてみましょう。まずは衝突安全の試験映像を見てみましょうか。さて、この JN キャップの試験は以前から行われている衝突安全性能試験、そしてもう一つは自動ブレーキなどの予防安全性能試験。今現在はこれら2つを総合して車の安全性能を評価する形となっています。この予防安全性能については後ほど触れます。まずは衝突安全性能の話から。結果です。この新型ハイゼット、さすがにエブリィよりも7年も新しいとあってか、ほとんどの項目でエブリィの試験結果を上回っています。この試験結果だけに絞って考えれば、我らが DA17 エブリィよりも新型ハイゼットの方が、もしもの時の死亡、あるいは怪我のリスクは低いと言えるでしょうね。しかしです。ここで大きな謎が、新型ハイゼットが大差をつけられてエブリィに負けている試験結果項目がある。それは後面衝突頸部保護。この試験は実際の車両を使用して行うのではなく、シートにダミー人形を乗せ衝撃を与え、首部分へのダメージを測定するというもの。この後面衝突頸部保護性能においては、エブリィが運転席3点、助手席4点とまあまあの結果を出しているのに対して、新型ハイゼットは運転席助手席ともに最低評価の1点。なんで？この新型ハイゼット、衝突安全の設計がとても難しいキャブオーバー車でありながら、全面衝突安全ではエブリィを上回るスコアを叩き出すなど、旧型から大幅な進化を遂げていました。しかしなぜこの項目だけはこんなにも低いスコアにとどまっているのかが大きな疑問です。私はこの点に着目して、この2社の衝突安全試験の動画を何度も見返ししてみました。そして私は何度目かの閲覧時、あることに気づいたのです。新型ハイゼットのシートは小さすぎて、ダミー人形が飛び上がってしまっている。エブリィの方は座面がもう少し長いおかげか、ダミー人形の動きがもっと小さい。対して新型ハイゼットのダミー人形は小さい座面が人形をホールドしきれていない。そのためダミー人形は激しく前後上下に動いてしまい、首の部分は激しく揺さぶられてしまっている。以前公開した私の動画、激走史上新型ハイゼットカーゴにおいて、私はこの新型のフロントシートの座面が旧型よりも小さくなったことを指摘していました。そしてその長さはエブリィよりもかなり短いものでした。私はこの時、なぜ旧 SV300 系の美点であった大きめのシートを捨ててしまったのか不思議でなりませんでした。しかし今回の試験結果を見て、私はある仮説にたどり着いたのです。この動画を見てください。エブリィも新型ハイゼットもこの衝突バリアがかなり運転席足元の方まで侵入してしまっている。衝突バリアがえぐい位置まで食い込んでいるなと。私の仮説はこうです。新型ハイゼットの座面が短いのは、衝突バリア車内侵入時における足元空間の確保のためではないかと。つまり足元空間が衝突で変形して小さくなっても、乗員の足はある程度自由に逃げる空間が確保されているため、脚部の損傷リスクが低くなる。結果として全面衝突試験のスコアが高くなるというからくり。どうしたダイハツ、そんなんじゃダメじゃないかと、いつものようにここは鈴木慢性な展開になるのかといったところですが、今回はやめておきましょう。何しろ今現在は次世代の電動技術でスズキとダイハツは協力関係にありますからね。そしてそういった対立構造は後ろ向きで何も生まないような気がします。
ここはダイハツがダメだということではなく、ダイハツはそこは割り切ったと私は受け取ります。そして今回私はむしろこの JN キャップ試験結果を好意的に捉えたいと思う理由があるのです。それは後に述べるとした予防安全性能評価にあります。説明しましょう。私は以前この新型ハイゼット登場前の潜入調査の際、ダイハツディーラーでこんな話を耳にしていました。キャブオーバー車の生産は一時禁止になりかけていた。しかし何らかの理由でそれは撤回された。なんと一時期ダメになりかけていたキャブオーバー車の製造は何らかの理由によってやっぱり大丈夫となったとのこと。そして何らかの理由こそがこの予防安全性能にあるのではないかと私は推測しました。2010年代以降、自動ブレーキなどの先進安全装備の発達によって国交省にある車の安全性能評価による型式認定で予防安全性能も加わることになった。それはつまり、たとえ衝突安全で低評価であったとしても、予防安全の評価さえ高ければ、衝突安全の低評価は全体でカバーできるということになります。そのおかげで、衝突安全面で不利なキャブオーバー式であっても、安全性能で一定水準の評価を獲得できるようになったという理屈。そうです。この評価方法の変更こそが、キャブオーバー方式の車が今後も製造可能になった理由なのではないかと私は考えているのです。それが今回、私が JN キャップ試験結果を好意的に捉えたい理由なのです。改めて言い直ししますが、ここまで述べたことはあくまで私の仮説でしかありません。しかしこれだけは言えると思います。自動車の安全技術トレンドがもしもの時からもしもを防ぐに移行したこと、こういった車の進化というものはこのキャブオーバー存続の仮説のようにこれまでの常識というものを覆してくれるのではないかと。そしてその進化は車の楽しさをも革新する可能性を秘めているのではないか。さらに言うと、私たちオールドタイプのおっさんは現状肯定に固執するあまり、車の新しい可能性を否定しているのではないか。完全自動運転の実用化目標を7年後に控えた2023年、私たちおっさんは自動運転というとすぐに車の楽しみが奪われてつまらないんじゃないかと想像してしまいますよね。しかしそうした考え自体が実は私たちがオールドタイプでしかないのだという証左なのかもしれないのです。唐突に前回動画の結論を否定するような話になってしまい申し訳ありません。しかし電動化をはじめとしたエブリィの次なる進化を受け入れ、私たちおっさんが車の進化とともにニュータイプへと進化していくのも一つの選択肢としてはありなのではないかと。そんなことを今回の新型ハイゼット JN キャップ検証を通じて考えさせられましたね。おっさんは変わっていくのね。車と同じように。今回の動画の王者はいかがだったでしょうか。司令官コンスコンがお送りしました。今月の司令官コンスコンチャンネル、多分あと1本アップする予定です。おっさんは生き延びることができるか。